皆さんこんにちは。琵琶湖博物館学芸員の半田です。今日は琵琶湖博物館で行われているさまざまな橋掛け活動の一環で、骨骨クラブの活動をご紹介します。骨骨クラブは骨に魅せられハマってしまったメンバーが集まり、ここにあるような主に原生動物の骨格標本制作を行っています。動物の解剖から標本作りまで体験することによって動物の体の仕組みや構造を理解することができます。では早速皆さんを骨の魅力があふれる世界に連れて行きましょう。これから動物の骨格標本を作っていくわけですけども、その作業の流れを簡単に言います。まずは標本の解凍、それから皮剥ぎ、そして、肉の取り除き、そして最後に標本の組み立てというような流れになります。琵琶湖博物館では骨格標本を作るために、例えば交通事故で、ひかれた動物やあるいは駆除で、取ってきた動物などを引き取っています。でこちらの冷凍収蔵庫でそれらを保管しています。引き取っている動物の遺体はですね、このようにコンテナの中に入れて整理されています。遺体はですね、このように遺体に関する情報が書かれた紙と一緒に、一つ一つ袋に入って保管されています。凍らせてある遺体は、主に、解凍するためには常温で、しばらく置いたり、あるいは水をかけたりですね、で少しずつ解凍して、いきます。個体にもよるんですけれども、作業をする、数日前から、解凍の準備をしているっていうところですね。こちらにですね、解凍した動物の遺体を出してあります。ここにはタヌキの遺体を持ってきたんですけれども、解凍することによってですね、解剖する時に肉や皮が外れやすくなっています。で解凍した動物の遺体はですね、すぐに解剖に移るんではなくて、まずはいろんな情報を記録していきます。動物の種類ですとか大きさとか、いろんな情報をですね、あらかじめここに記入しておいて、一体どういう動物がいつ頃博物館に持ち込まれたのか、そういったことをですね、記録として残しています。これから解剖に移りますが、ちょうどその作業をしているので、これから見ていきたいと思います。今ちょうどですね、作業をしています。動物の解剖はですね、まず皮を剥ぐところから始めていきます。メスなどを使いまして、まずは体の真ん中に1本切れ目を入れて、そこからですね、服を脱がすようにですね、少しずつ皮を肉から剥がしていくという作業を行っていきます。でポイントはですね、一気に皮を剥ごうとせずにですね、少しずつ丁寧に剥いでいくっていうのが大事かなと思います。こういった解剖をしていくとですね、当然ながら動物の体の中をずっと見ていくことになります。その過程で、筋肉のつき方ですとか、あるいは内臓とか骨とか、そういったものがどういうふうに動物の中にあるのか見て取れるわけです。そういったことを通して動物の体の作りとか、あるいは動物が死んだ原因とかですね、そういったことも分かったりなんかします。皮を剥いだ後は次に骨と肉を分ける作業に移ります。
どうしても細かい肉がですねまだ骨に、ついている場合っていうことが多いです。なので、次はそういった肉を落としていくっていう作業に移っていきます。いろんな骨がですねたくさんあるので、手足とか頭とか背骨とかある程度まとまった形にして、それぞれを網の中に入れて、それをそのまま煮詰めていくという作業をしていきます。よいしょ。はい。はい。一応このままですねしばらく放置して、煮詰めていくということになります。でこれだけですとまだ十分に肉が取り除くことができないので、この後例えばですね、また水の中に移し替えて、それを屋外に持っていって、ある一定期間置いて肉を腐らすことによって骨だけを取り出すような、そういった作業もしてます。他の方法としてはですね、薬品なんかを使って、肉を溶かして、骨だけにするっていうようなこともやったりします。で今ここの、テーブルの上に、きれいに肉を取り除いて乾燥させた骨を一つ持ってきています。狐の骨なんですけれども、それぞれの体の部分ごとに分けてます。例えば頭とか、あるいは手足の骨とか、あるいは骨盤とか肋骨ですね、そういったものに分けていって、この後、組み立て作業がしやすいように、まとめています。ここにあるような、いろんなですね動物の骨に関する資料がありますんで、そういったものを見ながらですね、どの骨が、体のどの位置に当たるのかっていうのをこう見比べながら、一つずつパズルのようにですね組み上げていくということになります。こちらにですね実際に完成した骨格があります。これはタヌキの骨格ですね。一応組み上げる前にどういうポーズを取らせようかとか、そういったことをですね考えてからこういった骨格を作っていくことになります。はい。組み上がった骨格はですね標本として博物館に登録します。で、これらの骨格はですね、それ専用の収蔵庫があるので、そちらに行きたいと思います。収蔵庫の、動物のコーナーにやってきました。ここにはですねさまざまな、動物の骨格が、まとめて保管してあります。これまで博物館が収集したものであるとか、あるいは寄贈を受けて、博物館に登録したものなどが全てここに収まっています。例えばですけれど、ここにはですね、キリンの骨格が入ってます。これは、動物園でもともと飼育されていた個体が、その後骨格として博物館に、収蔵されたものですね。あとこちらはですねカバの骨格ですね。はい、なかなかカバの骨格って見ることないですけれども、こういったとっても大きな頭の骨をしているっていうのがわかるかと思います。骨クラブで作ったものはここに、全部入ってますね。この棚はその骨クラブが作った、骨格ですとか、動物の骨の標本をまとめて入れてます。哺乳類だけではなくてですね、鳥の仲間ですとか、あるいは爬虫類とか、両生類といった、いろんな仲間の骨を作っていて、ここで、一括してまとめています。保管の仕方はいろいろあって、骨格にするものとバラバラのまま保管するという、2種類の方法をとってます。例えばこれは狐の骨格を作ったものですけども、このようにですね
それぞれの、手足とかそれから頭とかそれぞれの、部品ごとに分けてですね袋に入れて、このラベルを一緒に添えて保管しています。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。骨骨クラブでは、普段目にすることのできない、動物の体の仕組みや、そういった動物の、魅力なんかが、楽しめるかと思います。もし骨骨クラブの活動に興味を持った方がいらっしゃれば、ぜひ橋掛活動へ参加してみてください。この動画いいと思ったらチャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。